世界征服を再開しましょう。前回、私たちは大陸統一を果たしましたが、新大陸へと手を伸ばしましたね。そしてアミナさんと戦争中ですが、宗教の創始が解禁されました。仏教やカトリックなどがあるんですね。何にするんですか？せっかくなので、新しい宗教を作ってみます。シドマイヤーさんを崇めたたえなさい。おう。冗談はさておき、ここら辺で色々と設定ができますが、回収させた際に発揮するものとかが多く、よくわかんないので雰囲気で決めました。完全にフレーバーと化しており、まあお遊びでしたね。今後、存在感を見せることはもうないです。で、アミナさんとの戦争ですが和平交渉をしてみましょうか。先ほど見えていたワセトがもらえますね。他も OK みたいですが、ワセトにします。人口もなかなか多く、アミナさんにとって重要っぽい拠点を平和的に奪えたのは素晴らしいですね。上陸侵略戦争をふっかけて4都市奪えたのは十分なんじゃないでしょうかね。メキシコが解禁ですか？そろそろ次の時代の文明も考えておきましょうか。この時代の危機開始です。未知の疫病もまき散らされたってわけで。ふと思ったんですが、数千年後惑星間交流があると現実でも同じ話が問題になるんでしょうね。その星での種子や空気中の細菌まで一切を持ち込まないというのは無理がありそうな。その時には貿易システムが発達していることを祈りましょう。疫病が流行し始めましたか？見てみましょう。居住地が混乱しており何もできませんね。どうするんですか？近くの居住地から医者を派遣しましょう。お金はかかりますが、これは必要なことです。医者を生産後、当該居住地へ行かせると、医者を消費して解決できます。まだまだ危機は始まったばかりですね。どうなることやら。ついにやってきました。ユニットが疫病によって壊滅です。戦争を早めに手打ちにしてよかったですよ、ほんと。全文明同じ条件とは思いますが、攻略中にユニットが壊滅したら意気消沈してしまいますものね。第2段階です。宝を運んでいるのか死神を運んでいるのかわからねえなということですか？相変わらず疫病と医者派遣のいたちごっこが続いています。アミナさんに宣戦布告されないよう新大陸では軍拡をどんどん言ってますが、今のところは平穏なのが幸いですと思っていたんですが、なんでこんなにユニットを命令する必要があるんでしょうか？ここら辺は司令官に格納して待機命令出してましたよね。司令官が死んだ？ですがしれっと首都で復帰してますよ。病に倒れた偉大なる司令官は首都で療養生活を送った後に復帰したんでしょう。バグか仕様かよくわかりませんね。これはまあ助かりましたけど、レベル4や5ユニットがこんな終わり方をしてはいけないです。どんどん行きます。この時代最後の危機です。週末の気配プンプンですね。それでここから何か動きはありましたか？いいえ、全く何も。ですのでバッサリカットします。というわけでね、疫病も収まり復活の兆しが見えました。衛星の概念が発達したんでしょうね。人類としてはこの経験から文明レベルが上がったんじゃないですか？はい、探検の時代が終了します。モンゴルの戦士たちは強く、馬に乗った彼らは無敵だった。人馬一体となり、彼らは世界を席巻した。
実際無類の強さを誇りましたね。世界を席巻し、確実に彼らのおかげで我々は飛躍しました。今回の報酬としてこれだけもらえました。遠隔地の居住地すべてに歩兵と遠距離ユニットを配備できるのは強いです。絶対取ります。地味に生産力を増やせるのもありですね。次は時代ランキングですが、私たちが圧倒的優位でした。正直他は敵ではないですね。恒例の参考にならないグラフです。クセルクセス一世さん、名前が長いのでより顕著ですね。ココラ当たりは加速します。近代はどうしますか？フランスとメキシコが解禁されてましたね。候補はフランス、プロイセン、ムガル、メキシコ、ロシア、そしてシンです。やはり軍事は欠かせませんが、となるとフランスかプロイセンですね。ここは迷いましたが、フランスにしようかと思います。せっかく解禁された文明なので使ってみます。本音は？プロイセンはまあみんな選ぶでしょう。私たちのような弱小投稿者は少しずらさないと埋もれてしまいますからね。ではフランスで開始します。フランスの目は未完の世界に向けられている。それは描かれるのを待つ真っ白なキャンバスだ。近代開始となったところで後半へ続きます。さて最後のフェーズになりました。今のうちに世界地図を見てみましょう。8割ほどは埋まったんじゃないですか。そうですね。残りの部分も新大陸なので、ゆくゆくは明らかになるでしょう。侵略戦争という形でね。アミナさんは大陸の全体を支配してそうですね。そこに我々が乗り込んできたと。ラファイエットは新大陸左下にちょろっと領土を持っているだけですね。ですが島々に居住地を持っており、私たちの大陸にちょっと近いんですよね。戦争になった場合、乗り込んでこられないか注視しましょう。19ターン後。やーっと準備できました。カットした期間、何やってたんですか？ざっくり言うと、軍事ユニットが自大陸に戻っていたので、新大陸へ再派遣。他にも、町の占領化再設定、アミナさんとの関係悪化ですね。他にも、都市国家が軒並み敵対していたので、潰し回ってました。なるほど。では、最終確認として、全文明の出力を確認しますか。すべてにおいて我々が優位です。嫌ですね。これじゃ私たちが弱い者いじめしてるみたいじゃないですか。もっとも、彼らは殲滅しません。軍事勝利が中断されてしまいますからね。生かさず殺さず、あの光を最前列で見ていただきましょう。では、数百年の時を経て、国家間戦争の開幕です。あ、表示バグ直ってる。どこから攻めますか？今回は後世に6居住地を同時攻撃しますよ。湾岸居住地は艦隊からの射撃で木っ端みじんにしてやります。なかなか強いということが分かってきました。陸戦ユニットも大量に連れてきてます。モンゴル時代のように奪い尽くす意気込みです。早速ジェンネに襲いかかってますね。火力結構あるでしょ。敵の戦列艦が邪魔ですので壊します。
艦隊司令官までいましたか。まあ次のターンでは落とせそうですね。野戦砲もゴロゴロ引っ張ってきたので撃ち込んでいきますよ。皇帝この得体が敵地侵攻しているのはいいんでしょうか。攻撃は最大の防御って言うからセーフです。そういえば支部7では特定ユニットの所持上限ってないんですよね。来ないという文字で無意識にピクってなりました。無尽蔵に強いユニットを生産するだけでは味気ないので、適度な制限はウェルカムです。まあ今作はゲームシステムを意識的に簡略化してるように感じたんで、これはこれでいいですね。バランスが大事ってやつですね。では今回はここまでとします。次回は最終回ですかね。そうですね。最後には完走した感想も話せたらいいかなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。